こんにちは。環境系 YouTuber の花ゴリです。今、家のめっちゃ風強い。今日は家の庭にいるんですけど、ずっとやってみたかった段ボールコンポストを作ってみようと思います。段ボールコンポストって何かっていうと、家で出る生ゴミをそのまま捨てるんじゃなくって、段ボールに土を入れて、でそこに生ゴミを入れて、でちょっと時間をかけて毎日分解していって堆肥を作るっていう感じです。花ゴリ。今日用意するものは、この段ボール、これスーパーからもらってきた段ボール、頑丈なやつがいいみたい。この厚手の。はい。であとは段ボール留めるこの紙テープ、ピートモスっていう土と、このプンタンっていうこの土3つで、本当はちょっと大きいの欲しかったけどちっちゃいのしか売ってなかったんで、念のため3袋買ってきました。このクンタンとピートモスはホームセンターで買いました。でこの2つがこう交わることで微生物が住みやすい環境になるみたいなので、はい、これを用意します。一応私は土の中と外気の温度が分かるのが欲しかったんで、これもホームセンターで買いました。あと100均でこのすのこを一応底上げとして、これ浅い気がするけど、ちょっと試しにこの100円ショップで、買ったすのことこれスコップとグローブ、段ボール出来上がった後に、これ私の古着なんですけど、このいらないこの布でこう蓋をするみたいな、が必要な感じです。それでは作っていくよ。じゃあこれをまず底をするんだけど、これねちゃんとしっかりね、ここ穴閉じないと虫が入ってくるんだって。ここから本当にちっちゃな隙間から。だから虫が入らないようにびっちりとこのサイド頑丈にこうで、ちょっとこれ浅いから今回はここを止めてちょっと高さを出しますね。こうしてラストはい、どうでしょうか。穴開いてるやん、ここちょっとここももう一応新聞紙中に引いてもいいみたいだけど、今日はこれは入れ、お、入った、超ぴったりじゃん。はい、一応底上げの意味でもうあとはピートモスが3でこっちが2だから、ちょっと適当にちょっとそうなるように入れてみます。とりあえずこんなん全部入れてみよう。しない、匂いしない。おお、めっちゃ見て、黒い。何これ、すごい。こんなこれ書いてある。もみ殻を焼いて蒸らしていぶらして仕上げた炭です。じゃあ炭です。本当に漢字読めない。もみ殻をだから炭なんだね、土じゃない。これは炭。じゃあ3つ全部、うわー面白い、入れました。じゃあピートモス、これは匂いするの。普通の小学校で使ってた土の匂いがする。ピートモス入れます。すごいね、すごい。これ出ちゃってる。合いそうだな。これがピートモス、こんな感じ、ほっかほかの土で、これをこうやってほぼ手で混ぜてるっていうスコップいらないっていうね。オラもみ殻くんたん、もみ殻くんたんって誰かのさ、男の子の名前みたいだよね。もみ殻くんみたいな。もみ殻くんね、売ってなかったんだよ、大きいのが。いつもあるけどって。そうだから多分今結構コンポスト家でやる人多いみたい。本当にできるのかな。でそしたらあとはもうここにこうやってちょっと穴開けて生ゴミをここに入れるんだって。で1日の生ゴミの投入量の目安は 500g 程度、ざる1杯程度ってなってるから、家庭で、1日で出た生ゴミ多すぎなければ多分いけるんじゃないかな。でこれ昨日出た生ゴミ、でこの生ゴミを本当は細かくした方が分解されやすい。で分解されにくいものがあって、玉ねぎの皮とか、トウモロコシの芯とか、あと太い骨
とか結構分解しにくい。だから分解するけど結構時間がかかるみたいなんで、そう私はもう玉ねぎの皮はもう直接ゴミに捨てて、もうちょっとピュアな生ゴミだけ、細かくは切ってない、めんどくさいから。そうだけどそれでちょっといけるかどうかやってみます。じゃここに生ゴミ投入します。穴開けて、マジすごいね、捨てないでいいんだよ。で、本当はここに米ぬかとか入れるとなんかもっと発酵促進していいみたい。機材をかぶせます。これをかぶせて、これでいいので、これをしたらここに必要なのが、カバー、キャミソール。こういうのもさ捨てないでさ手にしたり、こうやって使えたらめっちゃいいと思う。捨てるのは簡単だからね。いい方法ないかな。これでいけそう。お、いいかも。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんか見える、ほら。見える。これいいね。あとここさ、こうやって結んでいてカバーして、色は関係ありません。これであとはもうまた明日まで置いて、また今日出た生ゴミを明日入れてかき混ぜてっていうのをしていきます。この発酵分解はすぐには始まらないみたいで、1,2 週間こう、生ゴミが出た時に加えてかき混ぜることを繰り返していくと、こうやって中でね分解が始まります。微生物がこの中で生きて、そうやって食べ物を分解していく。生ゴミ出ない日とか、生ゴミを入れなくっても、毎日、かき混ぜるのが、ベストみたいなんですけど、ガンがやっぱない時とかは、かき混ぜなくってもできなくても OK って書いてあった。重たいものなど、大きなものや、重たいものなど、どんなものでもどうやって構いません。またわからないことがありましたら、めっちゃ二度見された。ゴリラいるって。毎日500g ぐらい生ゴミを分解させ続けていたら、多分 3,4 ヶ月ぐらいで全部分解されて堆肥になる準備ができる。そうだからすごい時間はかかるけど、その分なんていうの、ゴミが出ないしリユージングできるっていうのはとってもいいことだなと思うので、これが成功するか分かんないけど、試しにこのまま経過を見ていきたいと思います。なんか子供とやっても楽しそう。土がまた菜とかのエネルギーになるんだよみたいな感じでこうやっていくのもいいんじゃないかなって私も思います。一応このすのこをこの下に引いて、意外と軽いから、いや本当に軽いんだよね、これ土が。私が力持ちっていうわけじゃなくて、本当に土自体が軽くって、だから手でも持ってる。ほらダーン。では1日目終了しました。これから経過を動画にアップしていこうと思います。今日の動画はここまでです。この動画が少しでもためになったなとか面白いなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら、バイバイ。